私が話し出すと周りの人が静かになる。時を止める男、唐揚げです。皆様、暑い中いかがお過ごしでしょうか。私は絶賛干からび中です。何もやる気が起きません。さて、本日のラインナップは、心霊スポットに現れた異常者。こっくりさんの呪い。呪物人形。でお送りいたします。Let's dive in! ベルギー出身の YouTuber。ヨーロッパ中の呪われた場所や廃墟に行きまくっている YouTuber です。彼とその仲間たちは深い森に入っていきます。その時、断末魔にも似たわめき声が静寂と闇を切り裂くように轟きます。あまりにもヤバい絶叫なんで、初めはやらせかと思っておりました。でもさすが YouTuber です。逃げずに動画を撮ろうと決めたようですね。森の奥、漆黒の闇から懐中電灯の光が漏れてきました。突然森から浮き出るように現れた白いガウンのようなものを身にまとった女。声をかけてみます。女は叫びながら突然こちらに向かって突進してきました。よく見ると斧もしくはナイフのようなものを持ってますね。男たちはパニックになり一目散に逃げ出します。背後から女性の狂気的な絶叫が追いかけてきます。男たちは木陰に逃げ込みすぐに警察に電話します。何このホラー映画。警察官たちに取り囲まれる女性。女性はせわしなく動き回り意味不明なことを口走っていた模様です。言うことを聞かないようで警察官は強引に確保しました。 YouTuber の彼マジでビビり倒してますね。目も泳いでいますし手が震えています。ライトが下から当たってるせいかかなり表情がこわばっているように見えますね。一応誰も傷つかないでよかったですね。警察官に捕まった女性は邪悪な笑みを浮かべていたそうです。まるでホラームービーのようだったとも言ってます。人間は嫌いだ、森から出ていけ。もののけ姫の惨的な感じでしょうか。彼女は彼らが探索している時に車に近づきライセンスプレートを取り外し暗闇に身を潜め待ち伏せをしていた模様。やる気満々ですね。マジで怖い動画でした。とりあえず怖いんで逃げます。What the fuck? What the fuck? Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hallo? What the fuck? スペインにある学校。生徒たちがいわゆる日本のこっくりさん的なものでしょうか。紙の上にペンを十字に置いて霊を召喚しています。触ってもいないのにペンが勝手に動いてますね。子供たちはパニックになり叫び逃げ出しています。こういう高齢術って世界中にありますよね。例えば有名なウィジャボードとかブラッディメアリー、ドライボーンズ、スリーキングスなど。日本だとこっくりさんとか一人かくれんぼが有名ですよね。ちょっとここで怖い実体験の話をします。今はすごく反省してますが、実は小学校の頃、低学年ですかね、遊び半分でこっくりさんをやったことがあります。庭にお狐さんが祀ってある家でやったんですが、一人の男の子がめっちゃふざけてて、10円玉を意図的に動かしたり飛ばしたりしてたんですよ。そんな感じだから結局何も起こらずお開きになったんですが、その後、そのお狐さんが祀ってある家の子供は事故で指を複雑骨折してしまいました。
しかもその指がこっくりさんで使っていた人差し指。ふざけていた子は小学校の時は何もなかったんですけれども、中学校に入ってから殺傷事件を起こし、少年院に入ってしまいました。不良でも何でもなく明るくて元気な普通な子だったんですけどね。聞いた当初、なんであの子がという疑問と、その疑問に覆いかぶさるように不安が襲ってきたのを今でも覚えています。これはたたりだったのでしょうか。人は起きた事象に対して、例えばそれが偶然であっても、何らかの理由や因果をつけたがりますよね。だからこのことも単なる偶然だったのかもしれません。でもやっぱり原因と結果の間に何かしらの因果律が働いたのではないかなと思ってしまいます。アメリカにある呪われたものを集めたミュージアム。取り憑かれた人形や物がアメリカ中から集まってくるんですって。このミュージアムにある一番呪われたものが集まる部屋でそれは起きました。ビジターが撮った動画に現象が映っております。前に座っている赤ちゃんの頭が、おま、何見とんじゃと言わんばかりに少し振り返るように動きます。心なしか後ろで立っている人形の顔が気まずそうに見えますね。この立っている女の子の人形が顔をそらしたら面白かったんですが、私は誰かと目が合うとよくこういう感じで気まずそうに目をそらされます。私は行ったことありませんが、日本でも呪物展は時折やっていますよね。田中俊之さんのチャーミーちゃんが有名。以前呪われた絵画展だかなんだかに行ったことがあります。ジャック・ザ・リッパーの寝室を描いたとされる絵などが展示されており、非常に興味深かったです。ジャック・ザ・リッパー、日本では切り裂きジャックという名で有名ですね。9世紀末、イギリス・ロンドン・イーストエンドで起こった連続殺人事件の犯人、切り裂きジャック。殺害された犠牲者は少なくとも5人はいると考えられています。切り裂きジャックの正体は様々な研究機関が仮説を立てているものの、確定的な証拠がないため現在も不明です。この絵は切り裂きジャックの寝室を舞台に描かれているそうです。無論想像なのでしょうが、リアルというかおどろおどろしい雰囲気にまみれていますね。この絵を描いたのは8歳の時にイギリスに移住したドイツ人画家ウォルター・リチャード・シッカートさんです。シッカートさんは切り裂きジャックに異常なほど興味を持っていたそうです。なんでですかね。ちょっと怖いですよね。人は希望だけではなく恐怖にも惹かれるということなんですね。その絵の背景やストーリーがわかると認識が変わって、一見すると可愛い絵とかでもおどろおどろしく見える時ありますよね。人間ってつくづく認識ってのに左右される生き物なんだなと再認識した次第であります。案外簡単に暗示にかかってしまうのかもしれませんね。ちょっと違うかもしれませんが、テレビをダラダラ見て育った私などは、油汚れにの後に続く言葉は、ジョイしか思いつきませんもん。しかも家にある洗剤はジョイ。油汚れを取りまくっています。こうやって認識や行動をコントロールされているのかもしれませんね。この絵がいやらしく見えるのは私の認識にエロエロバイアスがかかっているせいなのか。